いつも動画を見てくれてありがとうございます。リピーボーイです。ちょっと前に上げた Vlog で小虎くんに対するねコメントがめっちゃ多くて嬉しかったです。また彼の1日 Vlog とか撮ってみようと思います。話はそれましたが、最近だいぶ暖かくなってきましたよね。春はもうすぐということで、これから着る機会が増える T シャツの動画をお届けします。今回取り上げるのは僕が愛用しているブランドから出たこの新作が最高すぎたので、こちらをご紹介します。ということで本編です。こちらヘインズの新作 T シャツ黒をご紹介したいと思います。去年着まくっていて QOL の動画とかにもよく出ていたヘインズ T シャツ白の続編がこの黒になるのでめちゃくちゃいいんですよ。今回の動画の構成としては、最初にヘインズというブランドの概要、次に新作の黒の深掘りレビュー、最後にこの黒を使った春コーデ集をお届けします。僕なりの使い分けポイントもご紹介したいと思います。それでは早速スタートしましょう。ヘインズというブランド、皆さんも聞いたことがあるし、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、一応説明させてください。ヘインズというブランドは1901年にアメリカのノースカロライナで誕生しました。120年以上の歴史を持つブランドになります。アイテムとしては上着だったり T シャツなどのアイテムが世界中から愛されていて、特にパック T の王様なんて呼ばれたりします。僕も持ってるんですが、赤ラベルのパック T やビーフィー T が定番です。ヘインズが大切にしているコンセプトはコンフォート、快適さです。いつでも気軽に手に取れる親しみやすいブランドとして認知されていると思います。そんなヘインズですが、最近はパック T だけじゃなくて単品販売の高品質 T シャツも力を入れてます。このヘインズ T シャツ白が究極の白 T をコンセプトに作られましたが、シンプルな白 T なんだけどシルエットや着心地が抜群ですごく人気になりました。僕も魅了されたうちの一人で、半袖と長袖の白を持ってます。そして2025年に発売されたのがこのヘインズ T シャツ黒です。以上がブランド概要でした。ここからはね、実際にこの黒を開封しながらレビューしていきましょう。生地、デザイン、縫製、あとカラーあたりを深く見ていきます。僕は普段 L サイズを着てるんですが、せっかくなので M、そして XL、この3サイズでサイズの違い、シルエットの違いもお届けしたいと思います。ということでね、早速開けていきましょう。はい、いきますね。イエーイ。はい、こちらでございます。究極の黒 T、ヘインズ T シャツ黒ですね。白同様これいいよ。生地自体には厚手の 100% コットンが使われてます。面紙を2本ね、より合わせて編んでるので、生地にコシがありつつ手触りは滑らかなんですよ。光に当ててみると分かりますが、生地は毛羽立ってなくてスベスベしているので、個人的には高級感すら感じます。せっかくならちょっと着ましょうか。ということでね、着てみましたけど、生地自体は厚みがあるんですけど、ごわつかないので着心地がすこぶるいいですね。ヘインズの白はね、去年はガシガシ使わせてもらって、いろんな場所に着てったんですけど、それでもへたらないので、この黒に関しても長く使えそうです。そして一番の特徴は、なんといってもこの黒の深さですね。普通の黒 T に関して言えば編んでからその後に染めることが多いんですけど、この黒に関しては糸の段階で先に染める技術を使っているので、糸の芯まで黒く染まってるんですよね。黒っていう色なんだけど奥行きがあるようになってます。実際に光を当ててみても色のムラがなくて本当に真っ黒なんですよ。しかも糸の状態から染めてるので色落ちも少なくて、 T シャツってガシガシ着て洗濯するじゃないですか。それでも色あせしにくくなってます。いっぱい着るからこそ長く愛用できたら嬉しいですよね。次はデザインを見ていきます。首元なんですけど、クルーネックなんですが、ヘインズの過去のアーカイブをベースに現代的にアップデートした形になってます。襟ぐりの開き方が絶妙で、着ている時のこの首が詰まるようなストレスは全くないし、首周りだったり顔のラインを綺麗に見せてくれます。さっきもお伝えしましたが、生地に厚みがあるので襟もしっかりしていてよれにくいです。
で、シルエットですが、アメリカンスタイルを踏襲したボックス型になってます。身幅、袖にゆとりを持たせたリラックスシルエットになってます。とはいえ、やぼったいという感じが強いわけではなくて、程よく品のある絶妙なサイズ感です。後ほどサイズごとのシルエットの違いもご紹介します。縫製もすごいです。この T シャツですが、脇に縫い目がありません。どういうことかっていうと、胴体部分が筒状にね、編まれているので、このサイドに縫い目がないんですよ。その結果、肌触りがすごくいい。T シャツって肌に直に触れるものだからこそ、着心地、当たりが気にならない、ストレスフリーっていうのは結構大事な要素だなと思います。まだまだあって、縫い目、ステッチがほとんど見えないですよね。裏側で縫い込んで表にこう見えないように仕上げてるんですよ。カジュアルなアイテムの T シャツでも上品でクリーンな印象になってます。あとはヘインズといえばタグのね、タグレス仕様というものになっていて、肌当たりが良くなってます。もちろん黒に関してもしっかりとタグレス仕様になってます。同系色でプリントされてるので全然目立たないんですよ。シンプルに完成された黒 T を楽しめる仕様になってます。人によっては肌に当たる T シャツはタグを取るという方もいらっしゃると思うので、こういう配慮があるのはいいポイントかなと思います。以上がアイテムのレビューだったんですけど、個人的にはヘインズ T シャツ黒は黒 T の完成形の一つかなと思います。シルエットもいいし、縫製だったりとか着心地の良さまで追求されてるので、これで価格が約3000円っていうのはクオリティに対しては申し分ないのかなと思いますね。ちなみにパッケージもいいのでご紹介します。黒のパッケージはシンプルかつ環境に配慮した作りです。去年発売された白と共通するコンセプトになってますね。派手さはないんですけど、上質な雰囲気が伝わってくるので、僕はね、届いてこのパッケージを見る瞬間はね、結構嬉しいです。カジュアルかつめちゃくちゃシンプルなアイテムである T シャツなんだけど、ここまでこだわってデザインしてるっていうのはブランドの哲学を感じて、僕としてはすごい惹かれるポイントですね。ここからはサイズを変えた時のシルエットの違いを見ていこうと思います。今僕が着てるのは L サイズです。僕は身長185センチ、82キロなんですけど、一番よく着るのはこのサイズになりますね。身幅自体はあるんだけど、ストンと落ちるようなシルエットで綺麗な印象です。丈の長さは、お尻が半分隠れるぐらい。ちょっと違うサイズ着てみましょう。XL サイズに着替えてみました。パッと見でわかるぐらい、だいぶ大きくなりましたね。腕丈もそうだし、身幅、そして着丈も変わりました。お尻も本当に7割、8割ぐらい隠れるような丈感になってます。ルーズなシルエットが強調されるので、よりストリート味のある印象になったと思います。オーバーサイズなシルエットなんですけど、やぼったさみたいなのは特にないですね。その理由はこの生地感かなと思います。コシがあって、サラサラとした質感なので、高級感があっていいバランスが取れているのかなと思います。お次は M サイズです。XL と比べるとだいぶコンパクトですね。L とか XL だと肩が綺麗に落ちるような感じでしたけど、M サイズになると肩にフィットするようなサイズ感ですね。お尻が2割ぐらい隠れる程度の着丈になります。ワンサイズ下げるぐらいのサイズ感だとよりクラシックで上品な雰囲気が出るので、僕は結構好きです。最近だと僕はレイヤードをしたりとかボリュームのあるバギーパンツとか履いたりすることも多いので、このサイズ感ちょっとワンサイズ下げるっていうのも結構ありかもしれません。ということで比べてみましたけど、サイズごとにだいぶ印象変わりますよね。サイズ展開自体は S から XL まであるので、皆さん自身の好きなスタイリングだったりとか、クローゼットの服に合わせてサイズをジャストにいったりとか、大きめに着たりとか、いろんな着方ができると思いますので、少しでも参考になると嬉しいです。ここからはこの黒を使った春コーデシューになります。1枚で着たりとか、レイヤードで着たりとか、いろんな黒 T の使い方、これでなんとなくイメージが伝われば嬉しいです。ということで、コーデシュー、行きましょう。Waiting, sick of roses at your door. 'Cause it's all the same thing. But honestly, I'm thinking with you that less is more. What could I do to make you look at me? Yeah. How could I get a little closer than yesterday? I think I'm running out of nickels and dimes. I'm
so nice. Yeah. Would you see me if I sounded polite? Little cheeky, just a bit out of line. I've tried enough, try to figure out what you like and wonder, but maybe you're the cheeky type. Maybe you're the cheeky type. Never thought I could be someone who never opens a door, ignoring all your feelings, just like every other guy you've been with before. You're in a hurry, so I'll make you wait. Yeah, yeah. You want color in your world, so I get it great. I know it's only just a matter of time. I'm over being so nice. Would you see me if I sounded polite? Little cheeky, just a bit out of line. I've tried enough, try to figure out what you like and wonder, but maybe you're the cheeky type. If I sounded polite, little cheeky, just a bit out of line. I've tried enough, try to figure out what you like and wonder, but maybe you're the cheeky type. Cheeky type. Maybe you're the cheeky type. So you tell me you're the cheeky type? Man, come on, man. Maybe you're the cheeky type. せっかくなので去年からよく着てるこの白と黒2つの違いも軽くご説明します。この2つのアイテムは基本的なスペックは共通してます。違いがあるとすればこのカラーと染色方法です。白に関しては生成りにちょっと近い白色で、黒に関して言えば先ほどお伝えしたように先染めで作っている深い黒色になってます。どちらもすごく使いやすいアイテムなんですけど、スタイリングとしては白 T に関して言えば暖かい季節になったらさらっと1枚で着てもいいですし、シャツとかジャケットのインナーにすると爽やかな印象にすることができます。黒 T に関して言えば全体が明るい色のコーデの時に黒を挟むことでコーデがぐっと引き締まってメリハリがつきますし、オールブラックのスタイリングとかは皆さんもね結構されると思うんですけど、同じ黒でも少し色に違いがあった方がまとまりが出るので、ベースのレイヤーである T シャツは深みのあるこれぐらい真っ黒な方がコーデ自体に面白みが出るので必需品になると思います。しかも黒 T に関しては白よりも汚れがあんまり気にならないので、レジャーだったりとかファッションシーンだけではなくアウトドアとか日常のシーンでも結構黒 T は使えると思いますね。どちらも良さはありますし、甲乙はつけがたいので白黒両方買うということが一番ベストだと思います。この黒のシリーズに関してはスリーブレスモデルもあります。ベスト使いとか真夏の暑い時期にはこれ1枚で着たりとか、自分のスタイリング、自分のワードローブに合わせてこのね袖選ぶのが今年の春夏はできるので、ぜひ挑戦してみてください。いや。ということで今回はヘインズの新作 T シャツ黒をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんは白 T、黒 T どちらがお好きですか。今回紹介した黒に関して気になる点だったり感想があればぜひコメントで教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。